皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のテーマはお花見です。皆さんはお花見をしたことがありますか？お花見は日本の春の有名なイベントですよね。桜を見たり、お酒を飲んだり、お菓子を食べたり。でも、お花見は桜だけではありません。いろいろなリアルがあります。今日のエピソードでは、お花見で大切な場所取り、4月の天気、桜を見ること、ゴミの問題、桜味の食べ物や飲み物といったトピックについて順番に話したいと思います。このエピソードはビギナーレベルなので N5 から N4 ぐらいの言葉と文法をいろいろ使って話します。ぜひ最後まで聞いて一緒に練習してくださいね。それでは始めましょう。ジャパミミ。お花見で一番大事なことは、お花見の場所を取ることです。これを場所取りと言います。いい場所を見つけないと楽しいお花見ができません。場所取りはとっても大切です。場所を取るためにブルーシートやレジャーシートがあると便利ですね。会社のお花見では新人が先に公園に行って場所を取るそうです。人気のある場所はすぐに人がたくさん集まってしまうので、朝早くに場所取りをする人もいるそうです。人気のある場所は、例えば桜の木の下、トイレの近くや駅の近くなどです。みんなこのような場所が欲しいです。だからお花見はちょっとした戦いです。4月にお花見をする人が多いですが、日本の4月の天気はどうでしょうか？暖かいイメージがありますよね。でも、実は寒い時もあります。春のピクニックは暖かいというイメージがあると思いますが、日本の3月や4月はまだ寒い日も多いです。夜になると桜の木がライトアップされてとっても綺麗ですが、実は寒いです。4月ですが、ジャケットやコート、カイロが必要かもしれません。お花見の時は服装に気をつけた方がいいと思います。皆さんに質問です。お花見で何をしますか？喋ります。食べます。飲みます。写真を撮ります。そして、時々桜を見ます。でも、ずっと桜を見ている人はあまりいません。桜はもちろん綺麗ですが、友達や家族、同僚と話すのも楽しいです。4月は学校や会社の新しいセメスターが始まる季節なので、新しい人と話すのは楽しいです。
だから、お花見は桜を見るイベントという意味ですが、本当は人と会うイベントということができると思います。または、人と話すイベントとか、人と食事をするイベントということもできそうです。お花見は楽しいイベントです。でも、問題もあります。それは、ゴミの問題です。お花見の次の日、公園に行くと、たくさんのゴミがあります。お弁当の箱、ペットボトル、ビールの缶。とても汚い時もあるので、最近はいろいろなルールが決められています。ゴミを持って帰る。夜遅くまで騒がない。みんなで楽しむためにルールを守ることが大切です。ゴミを持って帰るための袋を忘れないで持って行ってください。春になるとスーパーやコンビニ、カフェで桜味のものをたくさん見かけるようになります。例えば、桜ラテ、桜アイス、桜チョコ、桜ヨーグルトなどなど。桜味の商品はたくさんあります。でも、これは本当の桜の味でしょうか？いいえ、これはほとんど桜のイメージの味です。日本では春の味として桜味を楽しんでいます。私が個人的におすすめなのは桜餅です。これはピンク色の餅と塩味の桜の葉で作られています。甘い味と塩味のミックスが美味しいし、桜の葉を食べるチャンスもあんまりないし、ぜひ日本で桜餅を食べてみてください。もしあれば、緑茶とのマリアージュも楽しんでくださいね。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日はお花見のリアルについてお話ししました。お花見には桜を見るだけじゃない、いろいろなリアルがあります。皆さんが日本で4月を過ごすことがあったら、ぜひ公園や川に出かけてお花見をしてください。でも、ルールを守って、みんなにとって楽しいお花見をしてくださいね。では、また来週、次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。